新人扱いされてたけど、実は会社が俺の OSS に依存してたけん、新人は黙って雑用やってろ。君が使ってるそのライブラリ、俺が作ったんだけど。これはある転職エンジニアの話です。俺は27歳のバックエンドエンジニア。3社目の転職で中堅の IT 企業に入社した。技術力には自信があったし、面接でも高評価だった。これからバリバリ働くぞって意気込んでたんだけど、初日配属先の技術部長に挨拶した。よろしくお願いします。ああ、君が新しく入った27歳で3社目か。腰が軽いね。いや、スキルアップのために。最近の若者はすぐ辞めるからね。基礎ができてないんだよ。基礎が、まあ期待はしてないけどな。俺が一から教え込んでやるから。はい。期待してないけど、せいぜい頑張りな。初日からこの扱い。面接の時は全然違う雰囲気だったのに。完全にブラックの予感。初対面でこれはひどい。パワハラの予感。技術部長最悪だな。かわいそう。俺に任されたのは雑用ばかりだった。会議資料のコピー取っといて、あと古いドキュメントの整理もお願い。ああ、それとコーヒーも入れといて。コードは書かせてもらえないんですか？君はまだ新人だからね。まずは会社のやり方を覚えることが大事だよ。でも技術的な知識は。そういうのは後でいい。まずは先輩たちのサポートをしっかりやれ。エンジニア雇ってコピー取りって。完全に戦力外扱いじゃん。提案があるんですが、今の API の設計だとスケーラビリティに問題が。新人のくせに生意気だな。この設計は俺が10年かけて作り上げたものだ。お前ごときが口出しするな。すみません。10年かけて時代遅れの設計作ったのか。技術提案も許されないとか。その日の夜、家で一人考えていた。なんでこんな扱いを受けなきゃいけないんだ。実は俺には誰にも言ってないことがある。俺はオープンソースのライブラリを開発してる。FastAPI プラスっていう Python の Web フレームワーク拡張だ。5年前に開発を始めて、今では結構有名になった。 GitHub で2万スター、月間ダウンロード数は50万以上。大手 IT 企業でも導入されてる。海外のカンファレンスで登壇したこともある。PyCon、US では企業講演もやったし、技術ブログも書いていて、月間10万 PV くらいある。 Twitter のフォロワーは5万人以上。めっちゃすごいじゃん。ファスト API プラス知ってる。超有名じゃん。でも会社では匿名で活動してるから誰も知らない。履歴書にも書いてないんだ。 OSS の活動は趣味として本名とは分けてきた。まさかこんな扱いを受けるとは思わなかったけど。言えばよかったのに。でも趣味と仕事が分けたい気持ちもわかる。相変わらず雑用ばかりの日々が続いていた。そんなある日、技術部長が社内で勉強会を開いた。今日は素晴らしいライブラリを紹介するよ。FastAPI プラスというフレームワークだ。あのライブラリですね。最近注目されているやつだよ。それ俺が作ったやつじゃん。これを使えば開発効率が3倍になる。俺が見つけてきたんだ。どうだ、すごいだろう。すごいですね。だろう。俺の目利きの良さがわかるだろう。目利きも何もみんな使ってるライブラリなんだけど。お前が見つけたんじゃねえよ。イッチの作品紹介されてる。使い方を説明しよう。まずグローバル変数でデータベース接続を保持して、こうすればどこからでもアクセスできて便利だ。俺はこれを15年使ってきた。さすが部長、経験が違いますね。それは翡翠章のパターンだぞ。ドキュメントにも明確に書いてあるのに、それだとコネクションプールの問題が。黙ってろ。俺の説明を邪魔するな。新人のくせにドキュメントも読んでないだろ。そのドキュメント俺が書いたんだけどな。作者の前で間違った使い方披露してる。イッチもう言っちゃえよ。俺は勉強会後、FastAPI プラスのコードを見ていた。あれ、この実装バグがあるぞ。部長の使い方だ
モリリークが発生する。すぐに報告しないと。部長、先日の実装ですが、あの使い方だとメモリリークが発生します。は、お前に何がわかる。俺は15年のキャリアがあるんだぞ。お前の勘違いだろう。いや、でもこのままだと本番環境で。もういい。お前は黙って雑用やってろ。これ絶対後で問題になるや警告無視とか最悪。つ。そして運命の日がやってきた。大変です。本番環境がダウンしてます。監視アラートが鳴りまくってます。顧客からの問い合わせも殺到してます。なんだと。サーバーのメモリが限界に達してます。ファスト API プラスを使い始めてからずっとメモリが増え続けてて。やっぱり。バカな。俺の実装に間違いはない。部長、これは俺が警告したメモリリークです。アシンクジェネレーターの解放処理が抜けているんです。3日前に指摘した通り、ファイナリー説での明示的な解放が必要です。ええ、そんな話してたんですか。お前が変なこと言うからこうなったんだ。お前が余計なことを言って混乱させたせいだ。新人のお前が責任を取れ。完全に責任転嫁じゃん。警告したの一致なのに。とにかく今すぐ直せ。修正方法は分かってますが。じゃあさっさとやれ。こっちは指示を出す。そして技術部長の的外れな指示が始まった。まずサーバーを再起動しろ。それは根本解決になりません。黙れ。俺の言う通りにしろ。また同じ症状が出ますよ。いいからやれ。やっぱり10分でメモリが限界に。じゃあキャッシュを削除しろ。それは根本的な解決には。黙れ。お前は黙ってみてろ。キャッシュ削除しました。でも変わりません。じゃあログを確認しろ。どのログを見ればいいんですか。それはエラーログだ。完全に行き当たりばったりだ。完全に自業自得じゃん。一致の言うこと聞けよ。そんなこんなで2時間が経過した。障害は全く解決せず、むしろ悪化していた。まずい。顧客からクレームが。もうこうなったら仕方ない。正体を明かすしかない。部長、このバグすぐ直せます。は、お前に何ができる。修正パッチを作ってファスト API プラスに PR を出します。ファスト API プラスって外部ライブラリですよね。はい。でもこのバグの修正方法は把握してます。新人が PR だって笑わせるな。そんなの承認されるわけないだろ。まあ見ててください。俺はその場でコードを修正し PR を作成した。タイトルはフィックス、メモリリーク、イン、コネクション、プール、マネジメント。説明には問題の詳細と解決方法を記載。テストケースも追加して PR を投稿完了。どうせ無視されるだけだ。もうコメントが。 LGTM、グレート、フィックス、アズ、オールウェイズ、マージング、ナウ。3分でマージされた。なんで。早すぎ。アス、オールウェイズって書いてあるぞ。なんでこんなに早くレビューされたんですか。それは俺がメンテナーの一人だからです。何を言ってるんだお前は。見てください。俺の GitHub アカウントです。これスター数5万超えてる。コントリビューター500人以上。ファスト API プラスは俺がメインで開発してるプロジェクトです。ファスト API プラスのコア、コントリビューター500以上のコミット、2万スター、コントリビューション数が1000以上、フォロワーも5万人以上いる。パイコン US で桔梗公演をしてる。これ業界じゃ超有名人じゃないですか。きっと偽物だ。アカウントを乗っ取ったんだろう。じゃあ証明しましょうか。今から GPG 署名付きコミットを作ります。さらにリポジトリの管理画面にもアクセスします。本物だ。管理者権限がある。そんなバカな。証明完璧すぎる。部長の顔真っ青。これは気持ちいい展開だわ。何事だ。騒ぎを聞きつけて CTO が駆けつけてきた。 CTO、実はこの人がファスト API プラスの開発者なんです。なんだって。あなたがあのファスト API プラスの。はい、履歴書には書きませんでしたが。待ってくれ。
これは大変なことだぞ。我が社のシステムの8割がファスト API プラスに依存してる。認証システム、決済システム、在庫管理システム、全てのコアシステムがファスト API プラスで構築されている。つまり我が社はあなたに依存しているということだ。もしあなたがいなければ我が社は。完全に立場逆転きた。これはスカッとする。そんな、俺は知らなかったんだ。部長、あなたは何をしていたんだ。こんな優秀な人材を雑用係にしていたのか。いや、履歴書にも書いてなかったし。でも技術的な提案は何度もしてましたよ。部長が全て却下していました。メモリリークも事前に警告していたのに無視されました。信じられん。こんな重大なミスを。しかしその部長、後で話がある。システム復旧しました。素晴らしい。さすがだ。パッチを適用して設定を修正しました。今後は同じ問題は起きません。助かった。本当にありがとう。一致すごすぎ。30分で解決とか神かよ。翌日、緊急で役員会議が開かれた。今回の障害について報告してくれ。技術部長の不適切な判断により大規模障害が発生しました。事前の警告も無視していました。さらに新入社員に責任転嫁しようとしました。なんだと。技術部長、これは本当か。それは実は他にも問題があります。過去に技術部長のパワハラで3名が退職していました。そんなことが。今回の件で退職者から証言も得ました。技術部長、あなたは即刻降格とする。人事部への異動を命じる。そんな、完全にざま。スカッとした。そして君だね。障害を解決してくれたのは。はい。ファスト API プラスの開発者だと聞いた。まさかそんな有名な人が我が社にとって非常に重要な人材だ。もし何かあってファスト API プラスが使えなくなったら我が社のシステムは大幅な作り直しが必要になります。技術フェローとして迎えたい。技術フェローですか。年収は現在の 1.5 倍を用意する。1.5倍。さらに社内のファスト API プラス関連の技術顧問も兼任してほしい。開発環境も自由に選んでもらって構わない。勤務時間も柔軟に対応させていただきます。1.5倍。すげえ。技術フェローとか超エリートじゃん。ありがとうございます。お受けします。おめでとうございます。それから1週間後、俺は技術フェローとして自由に仕事ができるようになった。専用の個室オフィスも用意してもらった。完全に神待遇。最新の MacBook Pro と 4K モニターも支給された。環境良すぎでしょ。リモートワークも自由にできるようになった。社内のファスト API プラス活用も進み、開発効率が大幅に向上した。そんなある日のこと、少しお時間よろしいでしょうか。技術部長が頭を下げてきた。はい、どうぞ。先日は本当に申し訳ありませんでした。今は人事部で採用業務をしているのですが、ファスト API プラスについて教えていただきたくて、技術面接で使える知識が必要で。来た。教えをこう立場に逆転。そうですか。採用業務で必要なんですね。でも俺はまだ雑用係の新人なんですよね。それは本当に申し訳ございませんでした。冗談ですよ。資料をまとめておきますね。ありがとうございます。軽い皮肉入れつつ大人の対応を。完全に立場逆転してて最高。こうして俺の新しい会社生活が始まった。技術フェローとして自由に開発できて、ファスト API プラスの開発にも集中できるようになった。まさか転職してこんな展開になるとは思わなかったけど、結果オーライってことで。虫オプ。最高のスカッとストーリーだった。めっちゃスカッとした。技術部長様。完全に立場逆転で最高だった。 OSS の作者バレは最高の逆転パターン。技術部長が人事に飛ばされたのも良かった。最後に教えをこうのが皮肉聞いてて。最後まで呼んでくれてありがとう。また何かあったら投稿するよ。また来てくれよな。お疲れ。